こんにちは、ゆりです。今回は暮らしと AI についてのお話です。私が AI をどう使っているのかというだけでなく、暮らしの中でどう向き合っているのかも含めて、日々感じていることを素直に言葉にしてみました。私にとって AI は整えてくれる存在です。新しいアイデアを広げてくれるというより、頭の中のごちゃごちゃを整理してくれる感覚。私の頭の中にはいつも大量のアイデアがあって、一つ思いつくと連鎖してどんどん広がっていきます。 A が B になって B が B1、B2 C もいいかも。さっきの A だけど C1 は A、B にしておこうかな。 A2 と C1 の B 組み合わせたら面白くない？ A のアイデアを B、C、D と発展させていけたらいいのに、気づけば何がどこにあるのかわからなくなる。 AI にもっとアイデアを広げてと頼むと、逆に情報が増えすぎて動けなくなってしまう。特定のテーマについて AI にアイデアを10個出してもらおうとか、やりたいことを指示するだけでタスクの一覧を出してくれて便利とか、そういった使い方はよく見かけるんですけど、私が AI に求めているのは拡張じゃなくて整理なんです。私は語彙力がないんじゃなくて、変換するのが苦手なんだと気づきました。言葉を知っていてもそれを口に出すのが難しい。だから出す訓練が必要だと考えました。最近試していることが2つあります。1つは音声日記です。昨日行ったことや考えたことを声に出して話すだけ。AI が自動で要約してくれるので、自分の言葉を客観視できるのがとてもいいです。毎日行ったことはノーションに記録しています。昨日のトゥードゥーリストを見て、朝はマグロ丼を食べた。もう一つは授業だけ英語で話してみるです。ボロボロの英語でもいいから
とにかく口に出す。 AI がその英語を読み取り、こう言いたかったのかなと直してくれます。今日は YouTube の動画を作って頭使って疲れたよ。 Today I make YouTube movie 頭ブレインを使ってブレインユーズベリータイヤード。 AI はどんな相手にも冷静に返してくれるから、こういう言い方もあるのかと学ぶことができます。どう言えば傷つけずに伝えられるか、どう言えば自分の気持ちとずれない言葉にできるか、 AI を使うことで自分の中にある言葉を掘り起こしていけます。音声日記や一行英語を続けることで、目と耳と口と脳が一本の線でつながって理解できていくような感覚があります。そうやって言葉を整える練習を日々しています。日本語だろうが英語だろうが、喋れるけど書けない、読めるけど喋れない、あると思います。そこに気づいた私なりの対策で、毎日喋っているおかげで喉も強くなって喋ることへの抵抗もなくなってきたし、表現として言葉や文章を発表することも以前より自分らしさが増しているように感じています。動画に使う音楽も毎回 AI で作っています。細かくプロンプトを調整したり、イントロや構成を編集したり、できることはいろいろあるけれど、私は一切やりません。映像に合う音楽のイメージはもう頭の中にできています。
理してもらえたのは大きかったけど、それ以上にパートナーの存在が大きいです。体調不良が当たり前だった私を治せばいいじゃんって言って、いろんな方法を一緒に試してくれた。好きなことに集中できる環境を少しずつ整えてくれたんです。北海道に来て1年ちょっと。来た時よりも今の私はずっと自信を持って生きていると実感できています。パートナーとこれからも好きなことをして生きていくための場所を作ることにしました。次回からはお店ができるまでの記録も始まります。暮らしの Vlog とは別に少しずつ形にしていきます。よかったらこれからも見守っていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。どうもこんにちは。今回のゆりめろさんの動画見て、ゆりめろさん喋るのあんまり得意じゃないじゃん。それについてやってることっていうのを俺もこの動画を先にちょっと見させてもらってさ、初めて知ったわけよ。率直にね、英語とか音声日記か、ああいうのすげえなと思った。俺も AI どうだろう、チャット GPT ちょこっと触るぐらいでさ、全然そういう感じの使い方ではない。むしろゆりめもさんはなんかこう頭の中を整理してもらうために結構使ってるみたいな感じで言ってたと思うけど、俺はどっちかというとアイディア広げてもらったりとか、例えば調味料を自分で作りたいから再現するためのレシピを上げてこいみたいな、そういう感じの使い方してたから、一文英語やってるとか音声日記つけてるみたいなの聞いてたから、実際に携帯の画面とか見て、すごいこれはなんていうの、俺からしたら最先端の使い方をしとるなって正直思ったのと、あと、ここからが本題というかさ、そのゆりめろさんが喋る言葉が、苦手だから、誤解されて伝わっちゃったり、強く伝わっちゃったり、相手を傷つけちゃったりみたいなのって喋りが苦手じゃない人でもあることだとは思うんだよ。だけど我々もね、確かにその一言でなぜ俺が今こんなにテンション高く喋ったのにそのテンションを下げるようなことを言うんやっていうのは何回かぶつかったことはあったよね。いやいや、だったらこうやって普通言うやろみたいな感じで、俺がちょっと興奮しちゃって強い言い方をしたことも何度かあったっていうのは覚えとる。そういったすれ違いっていうのをそのままにせずに、その場でじゃあどういう気持ちやったんやみたいな、今俺はそういう風な返事を受けてこういう風に捉えとるぞと、こういう風に捉えたままでこの場を終わらせるなら明日もズーンっていうままやし、それでいいんやったらそんなもん長いこと絶対やってけんぞみたいな話は本当に何回かしたことあるのよ。で俺がね、本当にそのゆりめもさんに言葉を選ばずに言うとちょっとイラッとしたりしてた中の一つで、俺は結構さ言葉にするのが得意っていうか、喋るの別に苦手じゃないから、じゃあだって今こうやって言ったんやって、こうやって言ったってことはこういうことがあるからこう思ったんでしょみたいなさ、そういう風にちょっと前の話とかも詳細まで覚えてるから、どんどん言葉が出てきちゃうわけよ。でも多分ゆりめろさん逆で、ABC の使いの解説も動画に挟まってたけどさ、さっきこれ考えてたけど、もう今こっち行っちゃってて、でと思ったらこっち行っちゃって、で周りにもこういう風にあって、あれ私はさっき何言ったんだっけみたいな状態になっちゃう。でそれをさ、やっぱりすごい深いところでやっぱ共有するのって難しいと思うんだよ。だってそれは違う人間だから。でゆりめもさんはこういうの不得意なんだろうなっていうのをもっとね掘り下げて考えなきゃいけないなってことは多々あるんだけど、でその上で私と出会う前から体調不良が続いてて、一日中頭痛で横になってて何もできない日がへっちゃらであったとか、すごい諦めを俺は感じてたんだよ、ゆりめもさんから。それがね、もう本当に腹立たしかった。何諦めてんだよ。私もでもゆりめもさんと出会ってすこぶる体調良くなったっていうのはあるし、ものすごい活動的になってるなっていうのはすごい思う。それはお互いに与え合ってるなっていうのは思うんだけど、もう気圧で頭痛いですとか、今日頭痛いですって、それは肩凝ってるからだよねっていう明確な理由、すごい分かりやすい理由があったにもかかわらず通訳飲んでその場しのぎっていうのは本当に俺は理解不能だったんです。いやじゃあマッサージした方がいいそうね、痩せたいんだったらさ食事制限して運動しようねって言って、痩せた当たり前やろみたいな、そういう感じで頭痛にしろ体調不良にしろ、その原因となるものっていうのは結構ゆりめもさんを見てて俺は分かってたから、
いやいやこれこうしたらいいよ、いやこれこうしたら絶対良くなるってみたいなさ、そういうのを一個一個やってきて、もう今本当にお互いかなり元気っていうかパワフルだから、我々2人がさ、ここだったらもしかしたら勝負できるんちゃうかみたいなことが今一つね見え始めてるってことで、俺自身も楽しみにして頑張っていきたいなと思います。今回の動画を見てね、AI の使い方が素晴らしいなってのは思ったね。それと同時に一緒に何かをやっていくっていうことに対してしょうもないすれ違いっていうのはやっぱすごいもったいないから、そこら辺を AI の力も借りながら頑張っていきたいなと思いますよ。というわけでね私の動画みたいにやってるんだけど、ここから始まるゆりめもさんの新シリーズ、力を合わせて一緒に頑張っていきたいなと思いますよ。ありがとうございました。それは勝ってる。